はい。皆さん、こんにちは。スローレーベル芸術監督のクリスよしえです。今回は、この YouTube 配信ご覧いただきまして、ありがとうございます。この度、スローレーベルから三角型音楽プロジェクト、アースピーシーズという、新しいプロジェクトを始めることになりました。今日はアースピーシーズの音楽監督としてご参画いただきます、蓮沼修太さんと、なぜ今、喜びの歌、第9のプレイヤーを世界から募るのかというテーマでトークサロンを繰り広げていきたいと思います。本日の、プログラムですが、2部制になっております。第1部は今まさに配信しておりますこちらのプログラムです。この後、蓮沼さんにもご登場いただきまして、1時間15分ほど、今回のプロジェクトの企画背景とか、プレイヤーの募集、そして今後の展望などをお話ししていきたいと思います。そして、その後、15分の休憩を挟みまして、報道関係者向けの Q&A セッションを Zoom で行いたいと思います。すでにお申し込みくださっている報道関係者の方は、こちらの配信が終わりましたら、事前にメールでお送りした Zoom リンクの方にお移りください。まだ申し込んでいないけど、Q&A に参加できるよという報道関係者の方は、pr@slowlabel.info にメールを送ってください。メール受信次第、Zoom のリンクをお送りさせていただきます。それでは、早速プログラムの中身に移らせていただきたいと思いますが、今回の配信はスローレーベルについてあまり知らないという方も多いかと思いますので、まずはじめに、私の方からスローレーベルと、あと今回の企画の背景的な部分を少しスライドを使ってお話しさせていただきたいと思います。はい。スローレーベルは多様性と調和のある世界を目指し、アートの力で国や分野を超えて、生産性を重視しがちな社会にスローな感性を取り戻すべく、多岐にわたるプロジェクトを展開しているアート NPO です。毎回異なるバックグラウンドのスペシャリストたちとチームを作り、マイノリティの視点から社会課題の解決に導く、物事、人の仕組みをデザインしています。いろんなバックグラウンドと言いましても、いわゆるアートという、ジャンルに限らず、看護師の人がいたり、フィジカルトレーナーがいたりとか、全く違うジャンルの方たちとも、活動を共にしております。文化や言語の異なるコミュニティと創造的対話を繰り返しながら、違いを生かし合うことで生まれる新しい価値を社会に提案しております。最近私たちが手掛けたプロジェクトの中で大きなもので言いますと、リオパラリンピックの閉会式の旗引き継ぎ式、それから東京パラリンピックの開閉会式だと思います。このパラリンピックのプロジェクトで私たちが何を担ってかったのかというと、いわゆるそのセレモニーの企画とか演出振付キャスティング、またはリハーサル運営におけるアクセシビリティや、コメンタリーガイドという見る方への、サポートみたいな部分を、トータルで D&I の観点から監修していました。こういった活動っていうのを突然始めたわけではなくて、2014年に横浜で横浜パラトリエンナーレというフェスティバルを立ち上げたことがきっかけで、取り組み始めた、そういう、プロジェクトです。で、何かというと、一言で舞台芸術におけるアクセシビリティの研究開発だったと思います。この写真に、いるようなサーカスアーティストの金井圭介さんと一緒に、障害のある人もない人も誰でも参加できるような、パフォーマンス作品を作るっていうところからスタートしてます。で、実際、ワークショップみたいなことを開いてみたんですけれども、障害のある方たちがなかなか参加してくれないっていう状況があって、で、私たちともにですね、障害者施設を訪ねていって、アウトリーチで実際にこういったパフォーマンスのワークショップとかをしてみると、すごく皆さん楽しそうに参加してくれるっ
けど、じゃあ、いついつ、ゾーンの花テラスというパブリックスペースで、障害のある人ない人関係なく混ざって一緒にやるんで来てくださいって言うと、なかなか来てくれないみたいなことが、繰り返し起こりました。で、どうして、そういうことが起きたのかなっていうと、やっぱり、心理的にとか、または環境的に、それは、建物自体はバリアフリーな施設だったけれども、そこにたどり着くまでの様々なバリアがあったりとか、またはいろんな情報の壁にぶつかったりとかっていうことがあって、障害のある人たちがなかなか参加できないという、状況が起きました。あともう一つ、この2014年から20年までに出会ってきたもう一人大きな出会いとしては、右側の写真にある義足のダンサー、森田和代さんとの出会いだと思います。森田さんは、障害がありながらも舞台に立って活躍されている方なんですけど、大阪に住んでいて、で、当時、横浜に来てパフォーマンスをしてもらうっていう時に、森田さんは、医療的なケアが必要な方で、1日2回必要なんですね。で、そのケアする方を、見つけないと、森田さんに舞台に立っていただくことは難しいっていうことがあって、で、それを、実際に、私たち横浜で実施するときに、大きな街だし、そんなことはできるであろうと思って、簡単に、用意します、大丈夫です、来てくださいって言った方がいいものの、実際は非常に、そのケアしてくれる人を探すことが困難だったりした。で、そういうこともあって、森田さんのような、障害のある人たちが舞台に立つっていうことが、どんだけ、大変なことなのか。で、舞台の上に立ってからは、障害があるとかないとか関係なく、パフォーマンスで好きとか嫌いとかいいとか悪いとかっていう評価を受ければいいと思うんだけれども、障害があることが理由で、同じ舞台に立つこともできないとしたら、それはフェアな社会じゃないなっていうふうに、感じて、私たちは、表現者として舞台に立ちたいと願う誰もが、障害を理由に諦めなくて済むような環境を作りたいと、この時思ったわけです。で、こうした大きな、きっかけがあって、で、2020年のパラリンピックっていうのは、私たちは、人の力でそのバリアを乗り越えていこうっていうふうに考えました。それが、スペシャリストと技術の、開発につながるんですけれども、大きくは、アクセスコーディネーター、それから、アカンパニストっていう2つの、役職が、私たちスローレーベルの、重要な仲間たちなんですけど、アクセスコーディネーターは何をしている人かというと、プログラムに参加するまでに、ある様々なバリアを取り除くようなサポートをしてくれるメンバーで、舞台の外から見守ってくれるメンバーです。で、アカンパニストは、伴走者という意味なんですけれども、実際に表現者として舞台の上に立ちながら安心安全な環境を見守ってくれるという、そういうスペシャリストです。で、こういったスペシャリストが、54名ほど、東京のパラリンピックの開会式では、私たちのチームとして活動してくれてました。で、こういう、ここまでの話っていうのは、私は結構この何年間かずっとしてきた話なんですけど、ここからの話っていうのが、今回のプロジェクトの、重要な背景になる部分だと思います。で、この2020年、2021年ですね、実際は東京パラリンピックが、終わって、今2年経ちますけど、私がすごく感じているのは、やっぱ東京パラリンピックの開会式って、おかげさまで、すごく評判良かったですし、本当にたくさんの多様な背景のある方たちに登場してもらう、そういう、セレモニーが作れたと思ってるんですけど、やっぱりあれはパラだからできたっていうのがとても大きいと思っています。で、それは、スタッフもキャストも全員が、パラである、障害のある人が中心であるっていうことを、理解した上で、そのための、配慮を、前提に参加してくれたっていうところが非常に大きくて、で、そこに、障害のない人たちが寄り添ってくれて、舞台ができたなというふうに、強く感じます。で、実際にパラリンピックの開会式が終わって、今、エンターテインメントの世界とか、舞台芸術の世界とか、普通に障害のない人が中心の、舞台だと思うんですけど、そこには、障害のあるパフォーマーが立てるかっていうと、なかなかやっぱり一緒に立つことっていうのは非常に困難だなと
いうふうに思っています。で、まあ、パラリンピックのきっかけもあると思うんですけれども、パラなんとかとか、インクルーシブなんとかみたいな、そういう冠のついたイベントとか、舞台とかっていうのは、少しずつ増えてきてはいるので、そういうところでは、やっぱ障害のあるパフォーマーたちが、活躍できてると思うんですけれども、なんかその中だけで完結してしまうというか、どうしてもなんかそこがちょっと分断されてるなっていうのが、すごく私が感じていることです。で、私たちスローレーベルは、このパラリンピックのそのパラであるっていうことがゴールだとは思っていません。もちろん、パラリンピックとか IPC とか、パラをテーマにしている活動している団体とか、そのパラであるっていうことにもちろん意味はあると思うんですけれども、私たちスローレーベルは、そこをさらに超えていくっていうところが、やっぱり目指すところだなと改めて感じています。で、それは障害の有無を超えて、共に作ることができるようになるっていうことだし、それは障害のある人もない人も、双方のレベルアップと歩み寄りが必要で、で、それがあって初めて多様性が当たり前の景色になると思っています。で、もう少しこの辺の背景をちょっと深く話していくと、これはあの、私がこの2年間パラリンピックの開会式を終えて、実際にパラリンピックの開会式までにこう培ってきた様々な、ノウハウとか、先ほどのスペシャリストとか、そういった人たちをイベントとか舞台の世界とかにどんどんこう送り込んでいって、共有していきたいなと思って、いろんな対話を続けているんですけれども、その中で、すごく感じていることです。まず一つは、やっぱエンターテインメントの業界とか、ライブエンターテインメントの世界って、なんか余裕がないなっていう。やっぱりコロナの余波って残っていて、すごく、これまでの通常の、ライブエンターテインメントを取り戻すことで精一杯で、なかなかやっぱりこういう、障害のある人への配慮とか、多様性とか、やっていかなきゃいけないって分かってるけど、なかなかやる余裕がないっていう、そういう、声も多く聞きました。で、現場レベルではやりたいし、やらなきゃいけないと思ってるけど、構造的にどうしてもそれができないとか、やっぱり、エンターテインメントの世界、今年半年だけでもいろいろな、老舗の、あの、大手のプロダクションとか、いろんな、芸能の世界の方たちが、あの、ニュースに結構出てたと思うんですけれども、やっぱりそういう構造の問題とか意識の問題っていうのがやっぱ根深くあって、なかなか変えるに変われないんだっていうことを、すごく聞きました。で、あと、じゃあ一方で、文化芸術の世界、助成金などを使って、行っている、芸術の世界でどうかなっていうと、公的な資金を使っているような、文化事業だと、当然合理的配慮とか、そういう、マイノリティへの配慮っていうことは、半ば義務化されている部分っていうのもあるので、エンターテインメントの世界に比べれば、実践してる人たちっていうのは多いかなと思うんですけども、やっぱり、文化芸術の世界は、助成金への依存度の高さっていうものがすごくあると思っています。で、そういった、ダイバーシティの問題とか、社会包摂とかっていうところに取り組む団体っていうのも、まだまだ広がりに欠けるんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、当然、公的な資金だと、優先課題っていうものに影響されるので、社会保障費だったりとか、防衛費だったりとか、いろんな、優先課題の中で文化予算っていうものが減少される中、どうやってそういう文化芸術を、維持していくのか、または発展させていくのかっていう課題を抱えているなと思います。で、あと3つ目は、プレイヤーが少ないっていうことですけど、なんか、今ってテレビドラマとかでも、かなり障害のある人、当事者をテーマにしたような、ドラマとか、作品とか映画とか増えてきてると思うんですけど、おそらく、
当事者をキャスティングした方がいい、してほしいっていう声もある中で、プロデューサーとか演出家とか、キャスティングしたいっていう気持ちはあると思うんですけど、やっぱなかなかプレイヤーが少なくて、そのキャスティングの選択肢が限られるっていう、そういうところにも、課題を感じているんではないかなというふうに思っています。で、ここまで、ダイバーシティ、エクイティインクルージョンっていう話をしてきました。で、それは私たちスローレーベルがこの何年もずっと、言ってきてるような、この話なんですけど、なんか、今日ちょっと、改めて考えたいのは、実はこの2年間、私はなんかこの話をしながらいろんなとこで講演したり対応したりしてるっていう中で、より深刻だなっていうふうに感じてるのが、やっぱメンタルヘルスとかハラスメントっていう課題でした。で、それって、障害があるとかないとか関係なくて、誰もが抱える深刻な社会課題じゃないかなというふうに思っています。で、当然、この課題が深刻だということは、おそらく、多くの方が実感しているところだと思います。で、企業の方とか、ダイバーシティ推進本部とか、またはハラスメント対策本部とか、それぞれに対策本部があるんじゃないかなと思います。で、ただ、なんか今日私がなんか問いたいのは、すごくこの現場でやっていて感じるのは、多様な人が自分らしくこう活躍できるその創作環境っていうのは、あの、ハラスメントが起きにくい。つまり多様な人が参加できるように心理的安全な環境が作られるっていうことなんです。で、そうするとハラスメントは起きづらいし、結果的にメンタルヘルスのケアにもつながるっていうふうに思っています。なので、ダイバーシティとかハラスメントって別々に語られて、別々に対策されてるんですけど、実はここは、一つの問題というか、表裏一体で本質的なところではすごくつながってるんじゃないかなっていうふうに考えています。で、それは、アクセシビリティとか、サステナビリティっていう、ことにもつながると思っていて、で、サステナビリティっていうと、もちろん、プラスチックを減らしていくとか、そういうマテリアルの見直しみたいな環境への配慮っていうことを、すぐにパッと思い浮かぶ方は多いと思うんですけど、このサステナビリティの中には持続可能っていう、人がどうやって、あの、この環境の中で働き続けていくかとか、生きていくかとか、そういう人の持続可能性っていうことも含まれてのサステナビリティだと思っています。で、アクセシビリティっていうのは、マイノリティの人権っていうことだけではなくて、マジョリティも含めた、すべての人の人権っていう話だと思っています。なので、このアクセシビリティとサステナビリティっていうところも、一人一人がどのように、こう、健やかに、ウェルビーイングな状態で働いていくかとか、創作していくかとか、または生きていくかっていう、そういう、話で、両方はすごく本質的につながっているなっていうふうに、最近強く感じています。で、ちょっと長くなったんですけど、これらの、パラリンピックという大きなプロジェクトを経て、で、その後2年間、ちょうどそのコロナっていうパンデミックの後っていう状況も踏まえ、いろんな方と対話していく中で、いろいろ模索して考えて、それで、作ってきたのが準備してきたのが、このアースピーシーズっていう、あらゆる命が響き合う三角型音楽プロジェクトです。で、今回このプロジェクトを、作るにあたり、音楽家の蓮沼執太さんに、音楽監督になっていただくことになりました。で、ちょっと蓮沼さん、そろそろご登場いただきたいと思います。はい。よろしくお願いします。蓮沼です。ちょっと、久しぶりに喋ったんで、なんか、そんなことはないとやや呼思いますけど。吸困難な感じで喋ったんで、ちょっと水でも飲んで蓮沼っていうさん自己感じです。紹介してください。はい。蓮沼と申します。よろしくお願いします。僕は普段、いわゆる音楽家という肩書きで活動して
いまして、自分のソロの音楽をリリースしたりとかですね、このプロフィールで言いますと、蓮沼シュータフィルという、まあ、ジャンルとか、年齢、性別も、まあ、バラバラな演奏家を集めて、15人のアンサンブルを、組んで活動しています。で、そうですね。国内外でライブコンサートをしたりとか、まあ、映画、演劇、ダンス、テレビの音楽とかも、作ったりしています。または、音とか音楽っていう、仕組みを使って美術の展覧会をしたりとか、そういう作品などを作ったりとか、ワークショップとかプロジェクトとか、まあ、そんなようなことをしています。はい、ありがとうございます。で、はい。蓮沼さんと、今、蓮沼さんプロフィールご紹介いただいたんですけれども、もういくつか触れたいなと思っているのが、これ、蓮沼さんのインスタからもらってきましたけれども、パラリンピックのはい。開会式でも、一緒にプロジェクトをやらせていただいていて、ちょっとこのパラリンピックの開会式の方の話も少ししてください。そうですね。その2021年の8月にあった東京2020パラリンピックの開会式で、パラリンピックアンセム、パラリンピック賛歌っていうのかな日本語だと。はい。パラリンピック、まあ、旗がこう、行く時の音楽と、あと、えー、その、曲になんて言ったらいいんだろう、あれは。えっ旗と、を入れる時の旗曲でいいのかな旗が入ってくる時の曲。曲ってはい。いう、2つを、制作しました。で、パラ楽団という、アンサンブルをその時に、作りまして、ちょっと、今、キャプチャーで載せているテキストにメンバーの名前など書いてあるんですけれども、障害がある方だったり、僕の周りで普段一緒に音楽やってる人を募り、アンサンブルを作って、その開会式で、出演させていただきました。そうですね。その時のご縁がクリスさんとの始まりですかね。そうですね。出会ったのまあ、はもうちょっと前になちょっと前でるんですけすけど、れども、うん、実際にプロジェクトでご一緒しているのは多分パラリンピック楽団のパラ楽団になっていて、実際に蓮沼さんが制作しているパラ楽団制作しているところにはそんなに立ち会ってないんですけど、でうん、も、このパラ楽団の、キャスティングの部分とか、そのキャストの皆さんのオーディションの部分とかは、私の方で担当させていただいそうたですよね。りとかしてました。はい。で、あともう一個。これはそのパラリンピックのパラが終わった後の、昨年行っていた十日町のプロジェクトで、こちらも一緒にやらせていただいてるんですけど、ちょっとこちらも説明してください。こちら新潟県にある十日町なんですけれど、十日町の小学校と、ふれあい農家支援学校と発達支援センターおひさまっていう、まあ、3つの施設が、1つの場所にあるっていう、日本でも稀な、めったにない、教育の場所で、小学校の方が設立150周年だったのかな。で、その3つの施設で、いわゆるみんなで歌える曲がないということだったんですよね。で、それで、みんなでその音楽で何か繋がれないか、そういう音楽を作れないかっていうことで、お声掛けをいただいて、この愛唱歌っていうんですけれど、愛唱歌の夢の丘という楽曲を、作らせていただきました。で、一応このステンドガラスに子供たちうん、が作ったステンドガラスかなに、そうですね。今、歌詞がこう書いてあるんですけど、途中で、歌詞自由という部分があって、で、この場所に通う全員が必ずしも歌を歌えるわけじゃなくて、でもその歌を歌えないってことは、ただこう聞くだけっていう風になってしまうので、それはもったいないと思って。で、やっぱりどうにかしてその愛唱歌に音楽として参加してもらいたいっていう意味も込めて、そこで、手とかね、楽器とかを叩いてもいいし、もしくはなんかみんなで、あの、新しい歌詞を作って、
その子たちの特別な、歌詞を持った歌にしてほしいっていう思いを込めて、こういう歌詞自由っていう部分を作って、クリエーションしたりっていう楽曲になりました。で、僕が、その、十日町に行った時は、やっぱりまだコロナの影響で、えーちょっと全員で歌ってるところっていうのは見えなかったんですね。5年生と6年生が歌ってくれて、主に。なんですが、やっと今年、全員が、この歌、夢の丘を、演奏できたという、報告を聞いて、とても嬉しく思ってます。ちょうど2ヶ月前ぐらいにやっと念願かなって、本当なかなかね、集まって歌うっていうことができなかったですよね。で、このプロジェクトは、昨年の11月に、記念式典で初披露されて、で、年明け1月に、レコーディングをしてて、私はその11月と1月と両方、立ち会わせていただいたんですけど、やっぱその1月まあ、11月も1月も両方そうなんですけれども、支援学校の子たちとか、自作の楽器を作ってくれたりとか、いろんな形で、その子たちなりの音楽で参加するっていう姿を、見させてもらったんですよね。で、なんかこう、パラ楽団の時も、いろんな人たちがいて、なんか楽譜がそもそも、なんか読めないとか、または視覚に障害があって見えないとか、なんか、あの、例えばピアノでも10本の指が動くわけではないとか、なんかいろんなその人たちその人たちの、個性とか特性とか弾き方みたいなものがあって、それを引き出してパラ楽団っていうものを作ってたっていうのも、すごく印象的だったんですけど、さらにこの、新潟の夢の丘のプロジェクトの方で、声が出なくてもとか、楽器が弾けなくてもっていう子たちもしっかりコミットする形の、音楽っていうのを展開されてたので、なんかこの2つのプロジェクトっていうのが、なんかすごく私の中で印象に残り、そして、うん。今回それをさらに発展させたプロジェクトを作りたいなっていう気持ちになりました。で、まあ、ここから、いよいよ本題のアースピーシーズなんぞやっていう話をしていきたいと思っています。このアースピーシーズ、これは、まあ、アースピーシーズっていうのは私が、考えたタイトルで、これは何かというと、まあ、人だけではなくて地球上のあらゆる、命を一人一つ構成するピースっていう風に、例えて、で、その人たちが全体を集まって、音を奏でるみたいな、そういうイメージで、アースピーシーズってしてて、で、なんか、まあ、ピースにはもちろん平和っていう意味のピースとかっていうことも、こう込められてたりとか、または種族みたいなそういう意味も込められたりとかするものなんですけれども、この、アースピーシーズは、ちょっと私の方から、説明、まずはしますが、一日完結型の喜びの歌を演奏するものです。喜びの歌、第九って日本ですごくメジャーなので、第九コンサートとかたくさんいろんなとこでやられてると思うんですけど、多分多くは、このコンサートに参加するっていう人が事前に集まって、まあ、何ヶ月もとか、たくさんこう、練習を積み重ねて、大きなホールで、喜びの歌を披露するっていうのが、通常のスタイルだと思うんですけど、今回、私たちが試したいなと思ってるのは、1日で集まって、その日1日共に時間を過ごして、で、最後に喜びの歌を演奏して解散するっていう、そういう1日完結型のものっていうのを、考えています。で、さらに、伝統的な大工には使われない楽器もオッケーっていうことで、従来のなんか管楽器とか弦楽器とかそういう大工に使われているような楽器だけではなくて、民族楽器とか電子楽器とか、またはもしかしたら、最近だと生成 AI みたいなテクノロジーだったりとか、
またはもしかしたら蓮沼さんとか、日頃フィールドレコーディングとかで自然の音とかも採取されてると思うんですけど、そういう自然の音とか、なんかそういういろんな、普段の大工には使われない楽器も OK っていう風に考えてます。で、今回ちょっと1回目で写真がなかったので、蓮沼さんのフルフィルの写真をお借りして、今ここビジュアル載せてるんですけど、きっと本番もこんな感じでいろんな人がたくさん集まってきて演奏するんだろうなと思ってますが、今回のアースピーシーズでも、それぞれプレイヤーが複数あるカテゴリーの中から自分に一番マッチするカテゴリーで参画してもらえるっていう、ちょっとエントリーを複数用意するっていうところも今回の特徴です。あと、国や業界を超えた競争の場にしたいっていう思いもあって、これはちょっとこの後でまた掘り下げて話していこうと思うんですけれども、あの、これまでスローレーベルでは、国際交流とか、海外とのプロジェクトってそれなりに結構やってきています。で、その時の大体やり方としては、私たちが海外に行って何かするとか、または海外のアーティストを招聘して何かするっていうパターンが、多かったんですね。なんですけど、今回ちょっとチャレンジしてみたいなと思ってるのは、今って、本当インバウンドコロナが明けて、すごくたくさんの外国人観光客の方が、世界中から日本に来てくださってるし、もちろん在留外国人の日本に住んでる外国人の方もいっぱいいるし、なんか私たちがこう飛行機に乗って外に出ていかなくても、待ってる場を用意すれば、いろんな国の人が入ってきてくれるんじゃないかなっていうふうに思って、で、なかなかそういう、外国から観光で来た人の受け皿になるとか、なんかそういう風な気持ちで、こうプログラムを組み立てたことが今までないんですけど、今回はちょっとそこの部分を少し意識しすごく意識しながら、プログラムを作っていきたいなっていう風に思っています。で、完成は2030年っていう風に書いてるんですけど、えっとこの1日完結型の喜びの歌はその日1日で出来上がるというわけではなくて、すごく時間をかけて2030年までの、来年キックオフするから6年間使って、何回この1日完結が開けるかわからないけれど、その中で、どん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 、アンサンブルを発展させていくっていう、そういうイメージを持っています。なので、この後、第1回目の詳細、説明し発表しますけど、その第1回目にめちゃめちゃ完成された大工が、もういきなり出現するものではないと思っています。蓮沼さん、補足ありますか？現状補足はまだ大丈夫です。はい。はい。はい。っていう、そんな感じの、ものを、で、これは、どちらかといえば、蓮沼さんが考えたというより、私が、企画側が、このフレームを考えて、で、蓮沼さんこんな感じでやりたいんです。どうでしょうっていう、お願いしますみたいな、うん。無茶ぶりをしたっていう感じです。で、既存の業界の常識にとらわれない新たなカルチャーをまともに育む仲間を、国内外から募りたいと思っています。いわゆる今まであるような、音楽とかアートの楽しみ方ってことではなくて、全く新しい、音楽の楽しみ方の提案になればいいなと思っていますし、初めから、世界標準の感覚で作る。それから、普遍的な価値観とか倫理観っていうものを大切にするっていうことを、前提に置いて作りたいなと思ってます。っていうのは、先ほど、その従来の既存の、業界の構造の中で、なかなかもう出来上がったところを崩していくとか変えていくってすごい困難だっていう話があったので、なんかこの新しい、そこにとらわれない新しい場を作って、そこを初めからそのつもりで、パラリンピックの開会式が初めからそういうパラリンピックであることをスタッフやキャスト全員がそれを前提で集まってこれたからできたっていうのと同じように、初めからこのプロジェクトはそういう普遍的な価値観や倫理観を大切にする場であるっていうことを、全員が認識しながら集まって作りたいなと思ってます。で、人種、宗教、国籍など異なる文化や価値観の人々と、
日本で暮らす人々が、交わる機会っていうものを生み出して、あらゆるバリアを越えて、真の多様性と調和のある世界を希求する、一つのモデルになったらいいなっていうふうに、思って作りたいと思っています。で、じゃあ、これいつやるのっていうところに、これから入っていこうと思ってるんですけど、まず、第1回目、私はこれはワールドプレミアだと思ってますけれども、第1回目のワールドプレミアは、来年、2024年3月の16日に、象の花テラスという横浜にある、文化観光交流拠点でスタートしたいと思っています。で、この象の花テラスは、私たちスローレーベルの生誕の地でもあるので、このプロジェクトは、これからいろんなところを旅していくプロジェクトだと思うんですけど、スタートは象の花から始めていきたいなと思っています。で、時間は14時から18時っていう時間をパブリックタイムと呼んで、19時から20時半をプレミアムタイムというふうに今考えてます。パブリックタイムの方は、通常の象の花テラスの営業時間中になるので、オープンなところで不特定多数の方が行き交う中、やってるっていう感じでいますが、19時から20時半っていうのが、閉館後に、行う、プログラムで、このプレミアムタイムをちょっと、スローレーベル的にはいつもとは違った作り方にしたいなと思っています。簡単に言うと、ちょっとディナーショー形式で、やっていきたいなと思っています。で、これは、今回の3月のクレジットなんですけれども、主催は私たちスローレーベルで共催、象の花テラス。協賛は、横浜の企業さんでいつも、お世話になっているフリーイングさんと、あと今回初めて、ノエビアグリーン財団さんの助成をいただき、あと、メセナっていうこの後ご紹介するプログラムで、いるデザインの青木さんにコーディネーターに入っていただいたりとか、あと、メディアパートナーでタイムアウト東京さんとか、マガジンハウスコココさんとか、日本財団ダイバーシティインディアーツさんとかに今入っていただいてます。これは、この後きっと3月までさらに仲間が増えていくだろうなと思っています。で、この、第1回目の、プログラムに、蓮沼さんと一緒にサポートミュージシャンという形で、音楽作りを、サポートしてくれるミュージシャンの皆さんです。ちょっと蓮沼さんからぜひご紹介してください。写真左が、糸健さんという方です。糸健さんは主にドラムだったり、パーカッションだったり、いろんな音楽を、作られる方です。で、真ん中にいるのがですね、三浦千秋さんです。もう管楽器のアーシャーなので、まず管楽器を演奏するんだなっていうのはわかると思うんですけれども、鍵盤打楽器だったりとか、声を使ったボーカルなども、できるマルチな、方です。で、二人は、僕のアンサンブル、蓮沼シュータフィルに、所属をしている、所属というか一緒に音楽をやっている、ミュージシャンです。で、もう一人、ちょっと上半身裸の写真で、ちょっと恥ずかしいんですけれど、宮坂良太郎くんという、彼も、パーカッションが、周りにあるので、いわゆる打楽器奏者です。で、彼は、先ほどちょこっとだけ、クリスさんからもご紹介があったんですけれど、蓮沼シュータフルフィルという、僕が普段やっているフィルハーモニカアンサンブルオーケストラよりもですね、さらに、公募で、募集した、メンバー10人と一緒に25人編成かな ?26 人編成かなというぐらい、大きい編成で、一緒にやっている宮坂良太郎くんです。という感じでしょうかね。うん。この3名の方が今回一緒に、音楽作りをサポートしてくださるという豪華な内容になっております。で、ここから、募集カテゴリーの説明に入っていこうと思いますが、先ほど冒頭で申し上げましたように、今回のアースピーシーズは複数の、カテゴリーがあって、その自分の一番フィットするところから、ご参画いただくっていうイメージを持っています。で、これはなんか2回目以降、さらにこの入り口増えていくかもしれないんですけど、まず第1回目は、このカテゴリーで行ってみたいなと思っています。
まず、この、演奏で参加するっていうカテゴリーが2つと、あと、応援とか、見るっていう形で参加するカテゴリーが2つ。それぞれ、選考のあるなしとか、または、費用のかかるかからないっていう、カテゴリーになってます。で、まず最初に、U25 スカラシップシートです。この、スカラシップシートは、障害とか、何か経済的な事情とかで、音楽に、参加することが困難な方、アクセスする機会のない方、一人では演奏できるけど、みんなで参加する場所にはなかなかアクセスできないとか、何かそういう、事情を持っている方で、音楽で未来を切り開きたいっていうような意欲のある青少年に出会えたらいいなっていう思いを込めて、用意したカテゴリーです。で、これはおそらくスカラシップシートに限らなく、プレイヤーズシートもそうなのかなと思うんですけど、自作楽器などでもオッケーってことでいいですよね。はい、もちろんではい。す。はい。で、対象年齢は、14歳から25歳の青少年、原則、この青少年 U25 っていう風に考えておりますが、えっと、なんか特別な事情で、この年齢をオーバーしてるんだけれども、当然このスカラシップに値するよね、みたいな背景の方からの応募があった場合には、事務局の判断で、対象にするかしないかを判断させていただきたいなと思ってます。募集人数8名程度で考えてます。で、スカラシップというタイトル通り、このカテゴリーの方は、参加費無料で、ご参加いただきたいなと思ってます。で、ここに、公式蝶ネクタイ、スペシャルミールボックス付きって書いてるんですけど、これは、すべてのカテゴリーの方に共通するアイテムで、3月16日の、プレミアムタイムで、みんなが身につける公式ユニフォームとしての蝶ネクタイ、ちょっとこれもスペシャルなものを用意しようと思ってるんですけど、そういう、その蝶ネクタイとか、あと、ご飯を食べながら、楽しんでもらうっていう、コンセプトがあるので、そのミールボックスとかも、この参画費無料の中についてきます。で、この、スカラシップの方は、応募の締め切り1月21日で、結果が1月下旬の予定です。何かこのスカラシップシートに関して、蓮沼さんから補足ってあります？そうですね。やっぱり自作楽器などでも OK と書いてあると、まあ、自作楽器とはっていう感じにもなってしまうと思うので、すごい簡単に言ってしまうと、もう僕の、一番突拍子もない言い方をすると、もう何でも音楽になると思ってるんですね。例えばこうやってマグがあって、こうやって叩くだけでも、本当にこの今氷が入ってるんですけど、この氷の音もすごいいい音だったりするんですよ。っていうように、この自分がすごいいいな、この音好きだなっていうものが、その実際にその現場で、会場空間で、音を出すっていうことが、音楽に参加することだと思ってるんですね。なので、いわゆる、えー既存の楽器、ギターが好きですとか、もちろんそういうピアノが好きです。トランペットが好きです。バイオリンが好きです。もちろんウェルカムです。だけど、そういうものじゃなくても、これだったらどうだろう。このリモコンも音鳴るしな、みたいな形で、ちょっとそういう一歩、チャレンジしてみようっていう気持ちが一番大切なんじゃないかなと思っているので、ぜひ、そういう音で、一歩踏み込みたいという方、意欲がある人は、躊躇せずに申し込んでもらいたいなっていうのが補足ですかね。うん、ありがとうございます。うん。なんかどうしても音楽とか大工って言われると、大工の楽器屋さんで売ってる大工の楽譜が読めて弾けなきゃいけないんじゃないかとか、または弾くために全ての音が出せなきゃいけないんじゃないかっていう風に思ってしまうかもしれないけど、今回の私たちの大工は、それは条件ではないですよっていう感じですよね。
そうですね。第九って普通はですね、一般参加型で、有名な楽曲で、楽器が演奏できない人は、例えば歌で参加しましょう。で、そうすることでみんなで参加できますっていう、ことで、日本でもすごい有名になっていると思うんですけれど、今回はさらに歌だけでもなく、もう音だったら何でもいいですっていうぐらいの、窓口は広いと思っています。ただ、そういった、一つの音でも、一人一人が出している音なんで、合わさることで、合奏されることで、音楽になれるように、その仕組み作りっていうのを、僕の方で作曲として、やっていきたいなと思ってるので、えーやっぱり、あの、チャレンジしてほしいなと思いますね。はい。ありがとうごはい。ざいます。ぜひ、はい。皆さん、ためらわずにチャレンジしてみていただきたいなと思いそうっます。すね。あとは、やっぱり、ちょっと、シンプルではないと思うので、気になったらいくらでもね、質問メールとかね、あの、今もチャットで、書き込んでくださってる方もいらっしゃいますけど、何でも聞いていただければ答えたいですね、と思ってます。はい。ありがとうございます。で、2つ目のカテゴリーがプレイヤーズシートです。こちらの、イメージ、私たちの中でのターゲットのイメージは、誰かと合奏する機会を求めている学生や社会人って書いてるんですけど、例えば、学生時代にバンドをやってたとか、または、管弦楽とか吹奏楽部にいましたって言って、楽器は持ってるんだけど、社会人になってからなかなか演奏する機会がないとか、もちろん、アマチュアサークルとか、市民オーケストラとかあるけれども、やっぱそういうのって練習会がこう、毎週とか毎月とかあって、なかなかそれには参加できないから、参加をためらってるみたいな、そういう方とかに、今回は1日完結型なので、スケジュールの忙しい、社会人の方にも、ぜひ、ご参加いただけるんじゃないかなと思って、こういう枠を用意してます。で、なので、プロとかアマチュアとか、プロは関係なく、または、先ほどの、U25 と同じで、楽器の種類とか、表現のジャンル、普段、日頃から、クラシックをやってますとかでは、オーケストラやってますとかではない方でも、大丈夫です。で、あと、例えば、自身の表現の幅を広げたい若手ミュージシャンって書いたんですけど、学生さん、音楽を学んでる学生さんとか、もちろん学校の音楽の、授業の中でもいろんな音楽学べると思うんですけど、おそらくここでは普段出会わないような人たちと出会わない発想の音楽の世界があると思うので、そういったこう、違う切り口の音楽の楽しみ方、演奏の仕方、表現の仕方を、探してるっていう方にも、おすすめだなと思ってます。で、音楽を通じた出会いと居場所って書いたんですけれども、冒頭にメンタルヘルスとかハラスメントとか、そういった社会的に今ある問題みたいなことにも触れたんですけど、やっぱりなかなかリモートワークになってしまったりとか、みんなで集まる機会とか、一緒にご飯食べる機会とか、そういうのが、少しずつ戻ってはきてると思うんですけど、なんかこの一回失ってしまって戻るきっかけをなかなか得られずにいたりとか、なんかこう、見えない、孤独、孤立とか格差とか、いろいろとこう広まってる現代社会じゃないかなと思っていて、で、そうした中で、仕事の場、職場とか、または学校とか、家庭っていうだけではない、なんかこうサードプレイスのような、なんか自分の好きな音楽っていうものを通じて、普段出会わない人に出会える場っていうのが、何かそういうリフレッシュの場になったらいいなっていう思いも込めて、作ってるシートです。で、対象年齢は、14歳以上で、募集人数15名程度で考えてます。で、こちらは、社会人とかを、想定してますので、参画費12,500円で、です。で、先ほどの、目線、
スカラシップの人たちと同じように、蝶ネクタイとか、スペシャルミールボックスとか、そういったものがこの費用の中に全て入ってます。で、応募の締め切り、プレイヤーズシートは、スカラシップよりも少し遅くて、2月2日締め切りになっています。で、これも、締め切りをね、どのように設定するかっていうのを非常に迷ったんですけど、もしかしたら、スカラシップ、25歳以下の人で、スカラシップにチャレンジして、でもダメだったらプレイヤーズシートの方でもチャレンジしたいとかっていう、そういう人も、いわゆる大学受験の、仕組みの推薦入試とかの仕組みのように、こっちがダメだったら次のこのカテゴリーで応募したいみたいな方がいるかもしれないっていう、そういう意見もあったので、今回、まずはスカラシップ。で、その後、プレイヤーズっていう風に、締め切りを少しずつずらしました。なので、対象になるなという方は、併願することも可能です。で、改めてここでちょっと言っておきたいのは、障害のある人がスカラシップ、障害のない人がプレイヤーズみたいな分け方を今回考えてませんっていうことは、なんか改めて言っておきたいなと思って、スカラシップだろうが、プレイヤーズシートだろうが、必要な合理的配慮っていうアクセシビリティとか安全に参加できる環境っていうのは、整えたいなと思っています。どちらかといえば年齢とか経済的な事情とかそういう目的でカテゴリーを分けています。なんかプレイヤーズシートで補足ありますか？いや、大丈夫です。はい。なんかそうですね。じゃあちょっと次行きますね。申し込み方法は、スローレーベルの公式サイトからご応募いただけます。こういう、ホームページ行っていただくと、こういうボタンがついてて、で、自分の、申し込みたい方のボタンを押していただくと、こういう、右側のような窓が出てくるので、そこから申し込んでいただければと思います。で、例えば視覚に障害があったりとか、フォームからの入力っていうのが難しいっていう方は、このメールとか電話、ファックスなどに、お問い合わせいただければ、入力方法などサポートさせていただきますので、ご自身の可能な方法で、申し込んでいただければなと思います。で、通過後のスケジュールなんですけど、これも、しつこく繰り返しになりますけれども、何回も集まって練習をして、3月16を迎えるということではなくて、3月16日に集まって、まず2時から、プレイヤーの人たちは、ワークショップというか、作るっていうことをやって、で、休憩挟んでご飯食べてもらって、夜、プレミアムタイムに入っていくっていう、そういう構成で考えております。ただ、ちょっととはいえ、いきなり3月16に突然来るのも不安だと思うので、2月中旬に、リモート、ズームで、顔合わせのようなものは、考えてまして、プレイヤーが出揃ったタイミングで、みんなで、今回どんな人たちが3月16に集まりますよとか、または、2月中旬になると、もう少し、音楽の方向性が具体的になってると思うので、そこで少し、蓮沼さんやサポートミュージシャンの皆さんと音楽の、ことについて、話したりするような、そういう、時間を作りたいなと思っています。なんか逆にね、さっき、スカラシップの方での説明はしたんですけど、逆に一方で、普段からもうバリバリに音楽弾いてますっていう方の応募も、一方であると思っていて、で、そういう方も、ぜひご参加いただきたいなと思ってます。で、なんか、そういう方は逆にリハーサルをやることとか、音合わせとか、そういろんなものとかが事前に譜面があって練習していくっていう、で、完璧に演奏するっていうところに慣れてる方にしてみたら、今回全然違うやり方なので、逆にそっちが不安っていう、そっちのハードルを感じる方が、逆に音楽愛好家の方にはいるかもしれないなと思うんですけど、でも、そういう方も不安がなく、一緒に音楽を楽しめる時間になるように、事前に、しっかりコミュニケーションを取っていきたいなっていうふうに、考えています。そうですね。よろしい。補足をすると、
参加者一人一人に、楽譜だったり指示を一緒に考えていこうということになると思います。なので、普段たくさん楽器を弾いていて、譜面通りにしか弾けません、演奏できませんっていう方も当然いると思うんですね。そういう人にとっては、譜面を作って、一緒にこれを演奏してみましょう。アドリブとか即興はありませんっていう、ものになる可能性も当然あります。でも、逆に譜面は読めないんですけど、音を聞いたらなんとなくそれに合わせて練習はできるかもしれませんっていう人だったら、デモ音源みたいなものを作って、それを聞きながら、じゃあ一緒にちょっとやってみようっていうのもあるかもしれないし、いやいや、ちょっと全部アドリブがいいです。即興が好きですっていう人だったら、じゃあそのどうやって即興をやってみようか、じゃあここの部分だけ即興してみようかっていうように、人それぞれ、音楽、楽器、音が出るものへの、親和性の高さとか低さっていうのは当然あると思うので、そういったものを、考えながら、アンサンブルを構築できたらいいなと思ってます。ありがとうございます。で、とはいえ、今回申し込みの時に動画をつけていただくことになってるんですけど、なんかそのどんな動画を撮っていいのかとか、とはいえどんなみたいなところですごく参考になるんじゃないかなと思ったのが、蓮沼さんの先ほどのフルフィルのオーディションに宮坂良太郎さんが申し込んだ時の動画があって、ちょっとそれがすごくいい参考か動画かなと思うので、ちょっとそちらをご紹介したいと思います。で、今は21歳です。普段は東京で大学生をやっているのですが、この1年間は学校をお休みして海外滞在をしています。今はメキシコシティにいます。担当希望楽器はパーカッションです。普段はコンガやボンゴや、それに小物を合わせたりしていろいろやっているのですが、今回はですね、たった今滞在しているアパートの中で一番いい音も出る備え付き家具というものを探してきましたので、それを使ってパフォーマンスをしたいと思います。それではよろしくお願いします。ちょっと、蓮沼さん、解説を。解説は何もないですね。本当に彼がメキシコに滞在しているときに、一番いい音がするものがどうしても募集したかったそうで、後々聞いたら。で、東京に戻る期間ではないので、楽器を持ってなかったので、その滞在部屋で一番いい音が鳴るもので、参加してくれたっていうことなんですね。で、これ本当にふざけてたり、ギャグでやってるわけじゃなくて、本当に彼は真剣にクッションを演奏してると思ってるんですね。でそうやって自分と物との関係性だったり、それをどういうふうに音楽として伝えたいかっていう気持ちの表れかなと思って、僕はすごい心打たれまして、彼と一緒にやりたいなと思いました。で、これ以降彼はいろんなね、ボンゴとか、いろんな、いわゆるパーカッションも演奏するんだけど、やっぱり、なんか、その演奏の根っこに、この彼のこういうものとの触れ合い方に、ちょっと刺激受けてますね。やっぱり音っていうのは人と何かが接触することで音が鳴るんですね。何もないところで音は鳴んないんですよ。ことさら演奏ってなると、やっぱ人間と何かが触れることで音が鳴ると思っているので、それが楽器だろうが物だろうが、その人がどうやって物と接するかっていうことで音ってだいぶ変わってくると思うんですよ。でそういったプリミティブな関係性みたいなものの気づきだったり、発見だったりっていうことも、
彼のこのちょっとノリノリで今クッション叩いてますけど、動画からも感じられると思うんですね。で、僕なんかはこういったこともとても音楽だし、胸を打つものだっていう風な考え方です。はい。ありがとうございます。なんか多分楽器持ってないから参加できないんじゃないかとか、なんか思ってる方はいやそうじゃなくても参加できる方法はあるんだっていう参考になるなって思ったのと、あと単純に審査する側として応募動画として非常に審査しやすいというか、初めに自己紹介してくれて演奏してくれるっていうのがサンプル動画として非常に優秀であるっていうところからご紹介させていただきました。こんな長い動画でしたっけ？そう終わったね。そう終わりました。今回これ私が止めた。なんかわかりました。なんか今回は3分以内に確かしてると思うんですけれども、実際に本番この楽器を使いたいとか、こういう演奏スタイルですっていうことが運営上私たち情報として必要なので、演奏するつもりの楽器で動画を撮って申し込んでいただけるといいなというふうに思っています。で、あと、ここからあと残り15分なんですけど、ちょっと少し難しい話というか、これもまたプロジェクトの特徴なので、今後の展望も踏まえてちょっと話していきたいんですけど、今回、プレイヤーを募集して、ショーイングするみたいなことは、これまでスローレーベルでもやってきてるので、そのスタイルが音楽になるのねとか、そのスタイルの応募方法そうなるのねみたいなところは、結構イメージがつきやすいんじゃないかなと思うんですけど、今回ちょっと新たにチャレンジしてみたいなと思うのが、アートプロジェクト×企業の力っていうことで、音楽界を彩る第3のプレイヤーメセナシートっていうものを、用意してみました。で、これは、このプロジェクトのビジョンに共感し、国や、業界を超えた新しいエコシステムの一役を担いたい、クリエイティブなアプローチで ESG や SDGs の目標達成を目指したい企業、経営者、団体を募集しますっていうふうに書いていて、実際ホームページの方にもメセナシートを申し込む専用ページがあるんですけど、イメージとしては、なんかこう、企業の皆さんが、これは文化芸術とかエンターテインメントっていうことに限らず、いろんなあらゆる業界の方をイメージしてるんですけど、こう、普段その企業の皆さんが自社の製品とかテクノロジーとかなんかマテリアルとかそういうものをこう展示会とかに出して紹介して、そこでこう名刺交換したりとかっていう形で、こういろんなマッチングとか出会いを広げていくってことをやられてると思うんですけど、今回の私たちからの提案っていうのは、この私たちの音楽会をそういう場として活用しませんかっていうふうに、ちょっと言ってみたいなっていうふうに思っています。なので、例えば何かこういわゆる顧客向けの分かりやすい製品、プロダクトっていうものももちろんあるかもしれないけれども、普段は何かこう、大きな機械の中に入ってるセンサーとか、なかなかこう、何を作ってるかっていうものをプレゼンテーションするのが難しいみたいな、そういう技術みたいなものとか、なんかそういうものを、例えば、こんなものありますっていうことを持ち込んでいただけて、それがもしかしたら、先ほどの、アンサンブルの音楽の中の、もう一人のプレイヤーとして、そのテクノロジーとかその何かが生きるかもしれないし、または、このプレイヤーで参加してる人たちの中に、こういうアシストがあればこういう音が出せるのにって言った時に何かこのアシストするような何か技術になるかもしれないしとか、そこで、新たな何かこう技術開発みたいなものにつながっていくかもしれないとかっていう、そういう可能性もあるし、または、このマテリアルを使ってくださいっていうもので、会場を構成するとか、先ほどの蝶ネクタイのパーツに、活用するとか、なんかそういう、この音楽会を、いろんなパーツを、いろんな企業の皆さんの、
企業やメーカーの皆さんのなんかプレゼンテーションの場として使っていただけて、そこで一緒に何か新しいものを開発していけるっていうことにつながっていけばいいなっていう、なんかそういう、イメージを持って、今回メセナシートっていうのを新たに作ってみました。で、メセナっていうと、これはちょっとあんまり深掘りしないですけど、ここに書いたように、企業による芸術文化支援みたいな形で、1980年とか90年頃、大手の企業が皆さんなんか自社のホールを作ったり、ギャラリー作ったりとかで、こう、大きく文化支援というのをやられてると思うんですけど、なんかそういったことっていうのを、この新しく、2020年代に入って、なんかこう中小企業とか自社でいきなりホール、劇場を作ることはできないかもしれないけど、小さな形からでも何か一緒にこうアートをやっていく。で、そのアートを、単に、支援するだけではなくて、そこからフィードバックを得て、自社のなんか新しい製品開発だったり、サービス開発のなんかこうエネルギーに変えていくみたいな、そういうことに、こう、新しいなんか渦が生まれればいいなっていう、こともイメージしながら、このメセナシートっていうのを作りました。で、今、こう写真、ミルデザインの青木さんっていう方の写真を載せてるんですけど、デザイナートっていう、日本で最大規模の、デザインのイベントを、毎年やられてる、プロデュースされてる方なんですけど、青木さんが、今、メセナシートのコーディネーターとして一人入ってくださっていて、で、青木さんのは、やっぱデザイナートとかやってるので、いろんな、インテリアとか、ライフスタイルとか、いろんな地場産業のものづくりとか、そういうネットワークを、国内外でお持ちで、で、また他にも、青木さん以外のコーディネーターの方っていうのもこれから増やしていきたいなと思ってるんですけど、医療とか、なんかテクノロジーとか、サイエンスとか、なんかいろんな分野の、そういうコーディネーターの方がその人脈っていう人たちを連れてきてくれると、普段は出会わない、こう、コラボレーションっていうのが、私たちの音楽会を通じて生まれていくっていうことになればいいなと思って、そういう試みもちょっと入れています。で、これが、将来の展望というか、2030年に目指していることでもあるんですけど、単に今回、音楽会をやる、代行を作るっていうことが、そこだけが目的なのではなくて、なんかそういうものを2030年まで、かけて作り上げていくっていうプロセスの中で、人や地球のウェルビーイングに、永続的に貢献できる、なんか新しいエコシステムみたいなものを作ってみたいなっていうふうに、思っています。で、前半で言ったことの繰り返しになってしまうんですけど、いろんなその行政、公的な資金による活動があったり、または民間資金による活動、自己資金による活動、それぞれに、それぞれの業界とか、いろんな構造みたいなものがあるんだけれども、そこから一歩ちょっと抜けて、第4の選択肢という新たな場所で、なんか、新たに人を集めてやってみたいっていう、取り組みで、なんか私の中では、なんか、シャッフルみたいな感じで、なんかもう、このビジョンにピンとくる人集まれみたいな感じで、どこのジャンルに属してるとか、どこの業界に属してるとか、関係なく、ピンとくる人に集まってもらって、そういう多様性を生かし合う、なんか創造的な社会の一つのなんかモデルになるようなコミュニティっていうものを、作っていければいいなというふうに考えています。で、ちょっとこのままいっちゃいますね、最後まで。ちょっとこれ、最後の方に、持ってきてるんですけど、これ、かつて、去年かな、私が、立命館大学の望月先生と対談して、ビジネスインサイダーっていう、ビジネスパーソン向けのメディアに紹介された時の一コマをちょっと持ってきてるんですけど、アートはプロセスを通して意識を変える、行動を変えるっていう話をしてるものなんです。で、今なんかアート思考とか、ビジネスパーソンの中で、結構熱い、トレンドの一つだと思うんですね。で、美意識とか、
なんかそういうものを磨くために美術館に足を運ぶとか、ワークショップを受けるとか、そういうの結構界隈で流行ってると思うんですけれども、なんかもちろんそういう形でのアートとの関わり方もあると思うし、アート作品を購入して部屋に飾って、豊かな暮らしをするっていうのも一つあるかもしれない。でも、なんかもう一つ、私たちのような、こういうアートプロジェクトっていうものと伴走してみるっていうか、一緒に走ってみるっていう、なんかこのプロセスの中で、変わってくること、見えてくることって、あると思うんですね。で、そういう、機会としても、ぜひ、使っていただきたいっていうか、そういうビジネスパーソンにも開かれた場でありたいなっていうふうに思っています。で、巡り巡って最初の方に言ったような、誰もが生きづらさを抱えてる、現代社会ですから、みんなで、健やかに、あの、楽しく、生きていきましょうっていうか、生き残ってサバイブしていきましょうみたいな、そういう、イメージを持っています。で、プレミアムタイムの、3月16日の詳細についてあまり今日触れてないんですけど、それについては、1月の中旬に、発表する予定です。第4の、サポーターズシートとか、じゃあ実際サポーターズシートで3月16日に来た人がどんなことを体験できるのかみたいなところは、1月中旬に、ご紹介していきたいなと思います。はい。ということで、後半駆け足で、展望のとこ話してきましたけど、粕沼さんから補足とかありますか？ちょっと質問が来てるので、いくつか答えたいなと思ってるんですけはい。ど、その演奏会の時に、ありがとうございます。子供と参加する場合は、保護者の一緒にっていうことなんですけど、もちろん、一緒になる可能性もあると思うので、その参加する、演奏するものによって、一緒に保護者の方も一緒方がいいねってなれば、一緒になるんじゃないかなと思ってます。特にルールがないっていう感じですかね、これは。でも14歳以上ですからね、保護者と一緒じゃないうん。と参加が難しいっていうことがあるだろうかっていうのは、ちょっとうんうん。思うけど、なので、うん。ごめん。どうぞ。今回、14歳以上っていう風にしてて、今後は、子供を対象にしたりとか、もうちょっと年齢広げてったりとか、絞ってったりとかっていろいろやると思ってるんですけど、今回は一応14歳以上っていう風にしていて、で、演奏の時には一人で参加できるけど、未成年なので、夜間、その一人で横浜まで通うことがっていう、ちょっと、安全上みたいなところで不安に思いますみたいな、保護者の方は、保護者1名の方まで、参加というよりかは、アテンドできるっていうような、仕組みにはしたいと思ってます。ただちょっなると、ほど。で、ディナーショーの食事の部分とかは、そこを、その保護者の方が、食べたいみたいなことであれば、そこは別途費用を、注文を取るっていう形の対応を今考えています。はい。で、子供以外で、例えば障害がある方とかで、ヘルパーさんと2人組じゃないとなかなか難しいっていう方はもちろんいると思うんですね。そういう方は、ケースバイケースでもちろん、対応できるようにしようと思っているので、合理的配慮っていう形で、個別に検討したいなと思ってます。はい。あと、答えたい質問とか。選考の基準は、そうですね。技術のレベルっていうのは、実際には測れないものだと思っているので、意欲を重視してます。はい。はい。ぜひ意欲のある方に、応募していただきたいですし、入り口のハードルあんまり上げたくないんですけど、でも、2030年までの将来的なビジョンとしては、やっぱり一番冒頭にプレイヤーが少ないみたいな、ことを書いたように、やっぱり、ここから世界に通用するとか、世界に羽ばたく、メジャーな舞台で活躍するみたいな、そういう表現者、アーティストが、発掘できたらいいなっていう、そういう、思いもプロデューサーとしては、思っていますので、なんか、埋もれてる才能が発掘できたら嬉しいです。で、それは、既存の業界の尺度に
はまらない表現でも、可能性はあると思ってるので、ぜひ、ユニークな方、お待ちしております。はい。じゃあ、あともう1分になってきたので、最後締めていきますね。はい。はい。ご視聴の皆さんいただきまして、ありがとうございました。この後、5時半から報道関係者向けの Q&A セッションを行いたいと思っております。すでにお申し込みくださっている皆様はメールでお送りした Zoom の方に、ご移動ください。で、まだ申し込んでないけど、このまま、第2部の方にも参加してみたいという、気分になったっていう報道関係者の方は、今からでも構いませんので、pr@slowlabel.info の方にメールを送ってください。メールが届き次第、ズームリンクをお送りさせていただきます。で、具体的に今の段階で、このメディアにこの記事で書きますっていうのが、決まってないっていう方でも、全然構わないです。ここからまだまだ長いプロジェクトですので、どうぞお気軽にご参加いただければと思います。あと、後日、個別に、私や蓮沼さんに取材をご希望の方も、PR@ のスローの方にご連絡をください。で、本日のこの、YouTube の配信は、そのまま、アーカイブをしておきたいと思っております。で、この YouTube に上がってしばらくして自動字幕がつくと思うんですけど、そちらを、つき次第、ご自立の修正とかもして、字幕で見ていただけるようにしたいと思っています。ぜひ皆様の周りで、このプロジェクトにあの人興味持つんじゃないかなっていう人とかいたら、ぜひシェアしていただければなと思います。ぜひ多くの方のご参画をお待ちしております。はい。ということで、蓮沼さん、1時間15分、お付き合いありがとうございました。いえいえ、ありがとうございました。はい。じゃあ、皆さんお待ちしております。ありがとうございます。お待ちしております。ありがとうございます。はい。